ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。角田裕樹パワーランキング3位。なんとリカルドは開幕3戦ですでに昨年のデフリースより遅いらしいの話題です。ビザキャッシュアップ RB の角田裕樹選手はオーストラリアグランプリのパワーランキングで3位に選出されました。 F1 公式のパワーランキングでは一足早く表彰台です。角田選手はレッドブルに選択肢の一つとして見てもらいたいと考えていますが、同時に他のチームにパフォーマンスを見せるためにできる限りのことをするつもりです。先日 HRC の英国法人設立のニュースが報じられていましたが、ホンダは2026年にアストンマーティンにパワーユニットを供給することで F1 に復帰します。最近レッドブルのアドバイザーであるヘルムート・マルコは、角田選手はドライバー市場でも認められていると発言しており、角田選手には今後アストンマーティンという選択肢が出てくるかもしれません。一方ダニエル・リカルドは角田選手を相手に予選でのパフォーマンスからして不調で開幕3戦を不本意なスタートを切りました。リカルドは RB チームでの自身の将来について噂が語られる中、パドックでのネガティブなことに気を取られることはないと話しています。リカルドは1周のタイムで常に角田選手より遅く、今のところ開幕3戦で昨年のニック・デフリースより大きいタイム差だそうです。角田選手に対してデフリースとのタイム差よりリカルドとの方がさすがに小さいだろうと思っていたので逆だったとは驚きです。角田選手はレッドブルが来季セルジオ・ペレスの後任として自分を考えてくれることを望んでいます。2024年シーズンを前にリカルドがレッドブル昇格の最有力候補として注目されていました。しかし実際には開幕3連戦を終えて状況は一変しています。リカルドは角田選手を相手に予選でのパフォーマンスからも明らかにシーズン開幕戦で不本意なスタートを切ってしまいました。全く逆に角田選手は RB チームをリードするドライバーとしてオーストラリアグランプリで7位入賞を果たし、 RB チームにとって今シーズン初のポイントを獲得しました。 F1 公式のパワーランキングで3位になりました。競争力のあるスタートを切った角田選手はレッドブルに選択肢の一つとして見てもらいたいと考えています。角田選手はオーストラリアグランプリの後、次のようにメディアに語っています。つまり彼らがそれを考慮してくれることを願っている。同時に他のチームにパフォーマンスを見せるためにできる限りのことをするつもりだ。ドライバーとしての価値を高めてかなり強くなりたい。もちろんレッドブルがどうなっているかはわからないけれど、彼らが僕を考えてくれることを期待しているよ。次のレースは角田選手のホームレースである日本グランプリです。ここ数年角田選手は鈴鹿でポイントを獲得したことがありません。目標はこの不本意な統計を変えることであり、オーストラリアグランプリに続く勢いを継続させることになります。少なくとも日本のファンに少しでも希望を与えることはできる。僕はまだ母国グランプリでポイントを獲得していない。だからそれが僕のやるべきことなんだ。今のところ勢いはあるしマシンの状態もいいと思う。ただ自分自身をリセットしてまたプッシュしていかなければならない。 F1 公式ではジェームス・ヒンチクリフがオーストラリアグランプリで印象的なドライバーの一人として角田選手を選んでいます。ヒンチクリフは角田選手がベスト・オブ・ザ・ベストにふさわしいこと、リカルドを予選と決勝で包括的に打ち負かしたこと、ペレスとの契約をレッドブルが見送った場合、オーストラリアグランプリのようなドライブを続けているならレッドブルのシートにふさわしく、もしレッドブルのシートに座ることがなくても
他のチームのグリッドについているだろうと指摘しています。角田は予選8番手、決勝7番手とベスト・オブ・ザ・ベストにふさわしい位置につけた。しかしこのパフォーマンスで最も重要なのは、彼が週末にダニエル・リカルドをいかに包括的に打ち負かしたかということだ。セルジオ・ペレスが契約更新を見送った場合、2人の RB ドライバーが候補の筆頭に上がるが、この週末のようなドライブはレッドブルの上層部に彼が真剣に検討されるに値することを示すものだ。もしレッドブルが他の方向に向かったとしても、彼は他の多くのチームと一緒にグリッドにつくことを証明するだろう。またプラネット F1 では角田選手は過小評価されているドライバーの一人として次のように紹介されています。バーレーンで精神的な脆さを存分に見せつけられた角田は、リカルドとの間に明確な差を見せ始めており、現在好感触を得ている。マックス・フェルスタッペンと共にレッドブルに復帰できるかどうかが注目されているオーストラリア人ドライバーだけに、このポジションは悪くない。角田はレッドブルのジュニアチームで4年目のシーズンを送っているが、ペレスがシートを維持した場合、明らかに昇格は不可能になるかもしれない。もしそうなった場合、角田は RB で5年目のシーズンを送るつもりだろうか、それとも別の場所で再スタートを切るつもりなのだろうか。結局のところ、ホンダは2026年にアストン・マーティンと共に F1 復帰を果たすため、シルバーストーンに本拠を置くチームでのシートを追い求めることは、おそらくフェルナンド・アロンソが別の場所に移籍するのであれば、大きなルール変更の前にチームに溶け込むという意味でも理にかなっている。角田は過去3年間驚異的なスピードと才能を発揮する一方で、短期で不屈の精神力を欠くという謎めいた存在だった。未熟な瞬間が少し減ったことで、彼はヘルムート・マルコから称賛されている。マックス・フェルスタッペンは最近クリスチャン・ホーナーの不適切な行為疑惑の影響から2025年からメルセデスに移籍するのではないかという噂が絶えません。そんな中、ホーナーがフェルスタッペンが抜けてしまった後のシートを埋めるためにアストン・マーティンのフェルナンド・アロンソを獲得するのではないかという噂が出てきています。そうするとアストン・マーティンのシートが2025年から1つ空くことになります。そのアストン・マーティンのシートにレッドブルドライバーである角田選手が座る可能性があるかもしれませんね。ホンダが本格的に F1 に復帰する2026年の前に角田選手がアストン・マーティンに慣れておくというのは理にかなっているように思えます。ホンダは2026年からアストン・マーティンと協業するためにイギリスに新しい会社を設立しました。 HRC のプレス発表によると、 HRC は2026年シーズンからの F1 参戦に向けて F1 パワーユニットのメンテナンスやマネージメントを行うための新会社、ホンダレーシングコーポレーション UK リミテッド HRC UK をイギリスに設立しました。イギリスの新会社 HRC UK ではメンテナンス作業、オペレーションなどの PU 運用業務、ヨーロッパ域内のレース活動やアストン・マーティンのファクトリーと行き来するための拠点となるそうです。レーシングニュース365によると、この新会社はロンドンの西アストン・マーティンのファクトリーから車で約90分のブラックネルに建設されるそうです。またレーシングニュース365は1964年ホンダの F1 参戦最初のレース第6戦ドイツグランプリ、ちょうど60年前のことを紹介しています。1964年8月にニュルブルクリンクで開催されたドイツグランプリは、ホンダのレーシングカーが初めてグランプリ週末レースに参加した年であり、カリフォルニア出身のロニー・バックナムがスピンによりリタイアした。アメリカ人のバックナムはホンダの最初の F1 ドライバーで、ホンダが F1 に初参戦した1964年シーズンの第6戦ドイツグランプリで RA271 をドライブしたバックナムは13位という結果でした。角田選手のチームメイトであるリカルドは
RB チームでの自身の将来について語られる中、パドックでのネガティブなことに気を取られることはないと語っています。今年の序盤戦ではチームメイトの角田選手が2度 Q3 に進出し、先週末のメルボルングランプリでは7位入賞を果たしています。対照的にリカルドはスピードに乗るのに苦労しており、オーストラリアグランプリではトラックリミットに引っかかりクイックラップを失い、18番手からスタートになりました。リカルドは開幕から3戦を13位、16位、12位で終えています。レッドブルのアドバイザーであるマルコがリカルドにあと2レース、実力を証明しなければローソンにシートを奪われると忠告したと最近報じられていますが、リカルドはこの憶測を否定しています。モータースポーツ .com によると、リカルドは次のようにオーストラリアでメディアに語っています。今週末は本当に正直なところ、心の底からとてもいい週末になると信じて臨んだ。君たちに失礼かもしれないけど、僕は今この小さなプロセスや旅の途中にいるんだ。僕は自分自身に集中する必要があるんだ。もし雑音が入ったら自分の進む道から気がそれてしまうと思うんだ。僕はネガティブなものを一切忍び込ませていない。リカルドはメルボルンのレースでチームメイトから4つ遅れの順位に終わったものの、ポジティブな面もあったことを示唆しています。もっと励みになりそうな瞬間がいくつかあったのは確かだ。それでもチームに対しては、たとえ速く走れている時でも僕にはまだ足りないところがあると思う。でももう少し励みになるし、少しずつでも前進していきたい。チームにも言っておきたいのは、これは自信の問題ではないということだ。リカルドは今後のアップデートが V カーブ01での走りをより快適なものにしてくれることを期待しているようです。リカルドはネガティブな噂を遮断し、マシンに集中して何とか結果を出したいと考えていますが、レーシングニュース365はレッドブルへの昇格の可能性より、現在のところ RB チームからの早期離脱の可能性が高いようだと指摘しています。レーシングニュース365はリカルドが昨年のニック・デフリースと比較しても遅いと次のように報じています。リカルドにとっての本当のジレンマは必ずしもレースペースではなく、一周のタイムで常に角田より遅いという事実だ。驚くべきことに開幕3レースでリカルドは角田より平均 0.446 秒遅かった。さらに追い打ちをかけるように、昨年は3戦を終えてニック・デフリースが角田につけたタイム差はそれ以下だった。実戦を終えてファエンツァのチームから解雇されたデフリースは2023年の開幕3戦で角田より平均 0.421 秒遅かった。対角田選手ではリカルドが昨年のデフリースより遅いことから、もっと早い時期にリアム・ローソンと交代になる可能性が出てきますね。実戦で交代したデフリースより遅いリカルドには残り2戦かどうかは分かりませんが、残されたレースは少ないのかもしれません。角田裕樹パワーランキング3位。なんとリカルドは開幕3戦ですでに昨年のデフリースより遅いらしいの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。